1000年の時を刻んだ都。歴史と伝統が息づくこの町には、多くの日本人が特別な思いを持っていると思います。京都は不夜町通り。京都の町の真ん中にそのお宿はあります。こんにちは、ぴょんです。江戸時代中期からこの場所で300年以上続く京都で一番古いお宿、俵屋旅館さんに宿泊しました。西の玉の湯、東の浅場、そして京の俵屋と評される日本を代表する旅館で、京都御三家にも数えられます。一歩足を踏み入れると、この場所が街の中であることが嘘かのように、静かで上質なほの暗さを含んだ景色が広がっていました。悠々とお出迎えしてくれている梅が描かれた金の屏風は、今からおよそ400年ほど前、江戸時代初期の作品です。今年の干支の虎が描かれた俵屋春は加藤清信先生の作品。四季折々の雅を表す壺には、その時々によって違う姿を楽しめます。今回生けてあったのは、気品あふれる白梅と白玉椿。おかみさんの佐藤俊さんは、花の人という定評があるそうで、お宿のいろいろなところで可憐なお花が目に入りました。パブリックスペースには非常に貴重そうなもの、国宝や文化財なのではないかと思わせるようなものが惜しみなく飾られています。また後ほど館内を散策しながらご案内いたします。客室数は全部で18室。今回は一番価格帯の低い和室を予約しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事などの内容から一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。今回案内されたのは寿のお部屋です。俵屋さんはこの現代においてもホームページを持っていない驚きの旅館なのですが、一番価格の低いお部屋の2食付きプランだけは唯一 JTB さんからオンライン予約ができました。玄関を入ってすぐ右手は書斎です。通称ベンツ座椅子と呼ばれる有名な座椅子。ふさのかかった電話機。緊急時には電話機が置かれたままでも日本語と英語の案内が流れます。俵屋さんオリジナルのメモパッド。各部屋に俵屋さんに関する書籍や雑誌が置かれています。1999年出版の俵屋の不思議は私も帰宅してから購入しました。今回動画を作成するにあたって参考文献として読ませていただいております。元来た方へ戻ると、書斎と玄関の間にお風呂場があります。インテリアは極めてクラシックで、昔ながらの日本らしい洗面所です。真っ白でふわふわのタオル。隅から隅まできれいに磨かれたガラスや鏡。非常に清掃が行き届いています。アメニティの内容をご説明いたします。丁寧に紙で包まれているのはお裁縫セットです。箱の中にもいろいろ入っています。俵屋さんオリジナルのシャンプー、ヘアトニック、トリートメント、すごくいい香りがしました。
ブラシは2色の色違いで分かりやすいです。コットンセット。お化粧水などは置いてありません。シャワーキャップ。お宿では何度もお風呂に浸かったりしたくなりますものね。紙ゴム。ヘアブラシ。3枚刃のカミソリ。一緒にシェービングクリームも入っています。ポケットティッシュ。和菓子のように美しい金色の包み紙の中身はとても有名な石鹸です。俵屋さんと花王さんの共同開発で作られたオリジナルで、ローズ、ベルガモット、サンダルウッド、ジャスミン、ラベンダーなどの天然香料を主体に200種類以上の香りがブレンドされています。これほどまでに天然香料をふんだんに使った贅沢で優雅な香りは日本で唯一のものだそうです。ドライヤーはパナソニックのナノケア。体重計も置いてあります。お風呂場を見てみましょう。お風呂は高野薪の浴槽です。薪は柔らかい木材でありながら長持ちをしてとても香りが良く、お風呂の素材として最高級品です。お宿の敷地に湧き出ている地下水を沸かした柔らかいお湯でチェックインをしてお風呂に入るときにちょうどいいように温度を逆算して用意してくださっています。俵屋の不思議にて洗い屋さんという職人さんがいらっしゃることを知りました。毎日きちんと歯磨きをしていても年に数回歯医者さんへ行ってきれいにしてもらうことと同じで、日々の誠実な清掃に加えて定期的に洗い屋さんによる大掛かりな手当てが施されています。金色の金属の部分や壁の隅まで丁寧にお掃除がされていて気持ちの良い空間です。温度計と石鹸がもう一つこちらにも置いてありました。俵屋さんの徹底された清潔さには定評があり、私がネットのブログで拝見したエピソードによると、宿泊者の方が荷物を置くためチェックインの前に一度お宿に立ち寄った際に、パブリックスペースのあまり人が座らなそうな位置にある椅子の下に敷いてある絨毯の裏までテープでペタペタとお掃除をされている男衆の方を見たそうです。クローゼットには綿 100% の浴衣とお持ち帰り可能な旅靴下が用意されていました。それでは本間へ行ってみましょう。端正なすき家造りの和室です。広さは本間が8畳と踏み込みが1畳。朝晩ともにお部屋食です。さりげなく置かれた俵屋さんの便箋が渋くておしゃれです。この純和風の景観を損ねないようテレビは木ずれ格子戸の中にしまってあります。美しい杉とヒノキの網代天井。ウェルカムスイーツは有名なわらび餅。本わらび粉とお宿に湧き出ている地下水で作られた清らかな味わいとプルプルの食感が特徴です。平安の時代から日本人が大切にしてきた心、貞浴一如。お庭と建物の調和が取れた空間を指します。人間と自然界とがつながっているという日本人の心情の表れです。日本の庭園は低いところに日陰に強い陰樹、高いところには日当たりが必要な陽樹が植わっていて、日本人の細やかな自然への向き合いが感じられます。繊細な苔などを傷つけないよう
お手入れはほうきなどを使わず全て手作業。葉についた塵なども指で落とすほどの細やかさです。叩には披露宴のような雰囲気の落ち着けるスペースと、反対側には扉のついた棚があります。中は何が入っているのでしょう。開けてみようと思います。冷蔵庫が現れました。お飲み物は無料でいただけます。中身はビタミンレモン、爽健美茶、トマトジュース、キリンラガー、ミネラルウォーターです。冷蔵庫の上にはお茶のセットが用意されています。京越家の可愛らしい茶器は佐藤俊さんのデザインです。江戸時代後期の作品、谷文晁の鬼念仏図。毎月変わるしつらいは日本の伝統文化を楽しませてくれます。パブリックスペースのご紹介をいたします。坪庭の横の予報棚にはお覆面と狛犬と梅。北王子魯山人の春恋はよから始まるいろはにほへと。俵屋さんオリジナル商品を購入することもできます。有明あんどんは江戸時代を代表する座敷あんどんの一種で、三日月や満月などに切り抜かれている月の形の向きを変えて枕元に置いた明かりを調整したそうです。日本酒好きなら誰もが知る三輪神社の杉玉、加藤清信先生の板絵鬼と福。もはや泊まれる文化遺産。美術館か博物館の中にいるような気分です。すだれ一つとっても超一流の職人さんが最高品質の素材で作られたものです。こちらには灰皿が置いてあるので喫煙所も兼ねているのだと思うのですが、びっくりするほどタバコの匂いがしませんでした。福人形と一生マス。亀甲重装剣正月の鬼。図書室に来てみました。俵屋さんクラスとなると置いてある本も希少価値が高そうです。この空間にこの器を配置するインテリアのセンスも唯一無二であると感じます。なんだか心惹かれた本がありました。表紙の絵や色使いがなんとも可愛らしい本です。発行されたのは明治45年で、西暦でいうと1912年。昔の大阪のことが書かれています。今から110年前の文化に興味津々となりました。楽しみにしていた夜ご飯のお時間です。まずはじめに中井さんが一本注いでくださいます。小さい桃を漬け込んでいるそうです。如月のお料理のテーマは節分。対な小福。鬼は外、福は内の意味です。そもそも節分とは季節の変わり目、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指します。旧暦では春からが新年とされており、立春の前日は大晦日にあたる特に大事な日なので、節分の中でもこの日が最重要視されるようになりました。人参、こんにゃくなどが入った五目豆、かんぴょうの入った小さな巻き寿司、鴨ロースで水菜のからしあえが巻かれています。エビのバイカニ、
菜の花のおひたしとイワシの土佐煮。真ん中にある笹で包まれているものはホタテと豆腐の安倍川です。開いてみると中身はこんな感じ。安倍川餅と同じできな粉が使われています。俵屋さんのロゴが入った板を開けると中には温かい霞湯葉、磯べこと生姜がアクセントになっています。続いてはお作りです。ヒラメのチリ作りとポン酢、手前には縁側も添えられています。唐辛子の入った大根おろしとお薬味と合わせてさっぱり。もう一方は穴子のへぎ作り。薄口醤油でいただきます。おろし生姜との相性が抜群です。弾力があり脂がのっていて奥深い旨味が感じられました。表面には薄氷に見立てた大根を乗せて季節感を表現したクエのお椀。お次は鯛のナルト焼き。下仁田ネギで鯛を巻いた焼き物で、手前に添えてある吹き味噌をつけていただきます。お口直しにはじかみとしっとりと甘みのある黒豆。抜くものは2名分の盛り込みできました。1名分に盛り分けるとこれくらいの量です。レンコン、ごぼう、人参、大根、おたふく豆に篠田巻き。篠田巻きは油揚げですり身などを巻いたものです。シー魚は赤貝、ハマグリ、さよりのごまあえ。うどとうるいがシャキシャキさっぱりとさせてくれます。お食事はシンプルに白いご飯と合わせ味噌のお味噌汁です。お味噌汁は山椒が効いていました。よく京都は薄味だと言われているので、生まれも育ちも関東の私はどれだけあっさりしたお料理なのだろうと想像していたのですが、むしろ結構しっかりとした味付けだと思うくらいで、決して薄いや淡いとは思いませんでした。ちなみに京都の星付き料理店も何軒か訪問したことがありますが、いずれも同じ感想です。すでに現代では味の垣根はないように感じます。デザートの八朔ゼリー。その後は書斎に移動し、お茶と和三盆をいただき、その間に中井さんがお布団を敷いてくださいます。真綿の敷布団、掛け布団ではなく敷布団が真綿です。しかもお布団1枚に国産の繭が1万個も使われています。掛け布団は1年間に 2000g しか取れない最上級ポーランド産のマザーグースから丁寧に手摘みした密度の高い大きなダウンボールを60話分も使ったものです。ガーゼのパジャマが用意されていました。おはようございます。お目覚めのお飲み物は飲むヨーグルトかフレッシュオレンジジュース。好きなものを選んで書斎でいただきます。その間に本間では中井さんが朝ごはんを準備してくださいます。朝ごはんのお時間は7時から9時の間から選べます。種類は洋食と和食がありますが、今回は2名とも和食にしました。この箱は人間国宝の方が作られたものです。起き抜けの胃に優しい湯豆腐。京都を存分に楽しめている感じがします。
夜も感じた通り、やはり決してお出汁が薄味ということはありません。すごくちょうどいい塩梅です。最後にお薬味ものせて、こういう時、日本に生まれた喜びを感じます。お魚はアジの一夜干しとハタハタの一夜干し、カレイの一夜干しとハタハタの一夜干し、それ以外は塩鮭の3種類の選択肢から選べました。お味噌汁はしじみのお味噌汁で旨味がよく出ています。舞茸のきんぴら、ほうれん草ともやしのおひたし、有馬山椒、香の物、どれも美味しくご飯が進みました。アクセスについてご案内いたします。俵屋旅館さんがあるのは京都府の中心地、京都市役所のすぐ近くです。東京駅から京都駅までは新幹線のぞみで2時間10分。最寄りの空港はお隣にある大阪府の伊丹空港で、伊丹空港から京都駅まではリムジンバスで55分。大阪府には関西国際空港もあります。京都駅から俵屋さんまではタクシーでも電車でも15分ほどです。徒歩圏内でも観光地の多い京都の一等地の一つだと思います。さて、料金の発表に参りたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、とても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回は京都の名門俵屋旅館さんをご紹介いたしました。美味しい夜ご飯と朝ごはん2食付きで1泊大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は11万3852円でした。お料理は追加料金でアップグレードもできるそうです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。